こんにちは、ケーキです。この動画では亀も飼えるこんな感じのアクアテラリウムの作り方について、特に水槽のレイアウト関連の部分を中心に紹介していきます。今回のアクアテラリウムには自作オーバーフロー水槽、モルタルで作ったギガンコーナーカバー、5、6本の流木を組み合わせて作った大型流木、そしてジェックスのアクアテラメーカーを使います。自作しているものについては別途動画で作り方を紹介しているので、ぜひそっちの動画も見てください。まずはオーバーフロー水槽の配管を隠すようにギガンコーナーカバーを設置しつつ、その裏にアクアテラメーカーのポンプを仕込んでいきます。制作途中の写真ですが、ギガンコーナーカバーはこんな感じで、サイドはエンピータで保護してあり、キスゴムでガラス面に固定できるようにもなっています。なのでこのままガラス面に押し当ててキスゴムをくっつけます。このギガンの中には塩ビパイプが通してあって、オーバーフロー水槽の配管と直結すると岩の割れ目から水が湧き出すギミックを搭載しています。そのためギガンの塩ビパイプと水槽のエルボパーツを接続していきます。次に配管部分に蓋をするようにギガンをかぶせます。また制作途中の写真ですが、この蓋は角の部分を切り替えてあって、アクアテラメーカーの電源コードを通せるようにしてあります。また穴部分の下は筒のようになっていて、ソイルを入れて植物を植え込むことが可能な作りです。こんな感じで上から押し込むと、オーバーフロー水槽の排水管とプラダンで作った鉢部分がぴったりとはまって、蓋がしっかり固定されます。さらに自作した大きめの流木を設置してレイアウトのイメージを確認しておきます。奥の部分が少し物足りないので流木を足しておきます。この水槽では亀を飼うので1本バラで流木を置いても蹴飛ばされる可能性が高いんですが、あんまりガチガチに固定してもメンテナンスが大変になってしまうんで、これはあえて別のパーツとして設置しています。レイアウトのイメージができたら流木にアクアテラメーカーの排水チューブを固定していきます。固定方法はいろいろありますが、今回はなるべく目立たないようにテグスで巻きつけることにしました。排水チューブを流木に固定したら、反対側をアクアテラメーカーのポンプに取り付けます。まずはポンプに分岐管を取り付けて、そこに付属の流量調節バルブを取り付けていきます。
流量調節バルブをかましてチューブを取り付けていきます。こうすることで後から簡単に流量の調整ができるようになります。水流が強すぎると流木の上がびちょびちょになって藻とかが生えてくることもありますし、少なすぎると苔が乾燥して枯れてしまいます。時間の経過でチューブが詰まって水が流れにくくなることもあるので、必ず流量調節バルブをかましておくべきだと思います。最後にこんな感じでバルブを適当に緩めて水が流れるようにしておきます。チューブの取り付けが済んだら一度水を張って水の流れを確認します。水中ポンプの電源をオンにするとチューブから水が流れ出しました。水流は少し強めですが、後で流量を調節すればいいので、ここでは水の流れる向きだけを調節しておきます。流木が濡れると水が伝って流れる方向が変わったりするので、適宜濡らしながら調節していきます。排水チューブの設置が完了したら、一度流木を水槽から取り出してモスを巻きつけていきます。今回はアクアリウムやアクアテラリウムでよく使われるウィローモスと、もう一種類サムライモスというモスを使います。サムライモスは和名でシマフクロハイゴケという名前がついている、九州より南の地域に生育する国産のタイ類です。南米ウィローモスみたいな感じで綺麗な三角形の葉を展開するモスです。完全に水中でも育ちますが、湿り気の多い水上くらいの方が育てやすい印象です。水上部分にサムライモス、水中部分にウィローモスという分担でテグスを使って流木にモスを巻きつけていきます。モスは1センチ程度の大きさにハサミでカットしてから巻きつけると新芽が出やすいです。途中でモスが乾燥してしまわないように適宜霧吹きで濡らしてやっています。モスを流木に巻きつけ終わったら、流木を水槽にセッティングしていきます。流木を設置したら、もう一度水を張ります。今回溜めた水でそのまま生態の飼育を始めるので、動画には映っていないですが、軽き抜きもしています。水中ポンプの電源を入れて思い通りの水流が作れていることを確認したら流木の設置は完了です。次に今までノータッチだった露材を用意していきます。まず洗車用のスポンジを用意します。できればポリエーテルという素材のものが水に分解されにくくていいんですが、まあ別にそれ以外でも大した差は出ません。今回はモノタロウの洗車スポンジを使います。これを1センチ角のサイコロ状にカットしていきます。地味に大変な作業なんですが、とにかくカットしていきます。
カットできたら100均で買ってきた目の粗い洗濯ネットに洗車スポンジを詰め込みます。洗車スポンジ2個分を詰めてネット入りろ材の完成です。アクアリウム用のろ材にはいろんな種類があって、いろいろと性能のいいやつもありますが、今回のオーバーフロー水槽みたいにろ過槽の容量を十分に取れるなら何でもいいので、とりあえず大量にろ材を詰めておく方がおすすめです。十分な量のろ材さえあれば生物ろ過はちゃんと機能します。動画では洗車スポンジ2個分のろ材しか見えてませんが、これに加えて前から使っていた洗車スポンジろ材とか A ハイウェイのサブストラットプロとかも詰め込んで、最終的にはろ過槽にろ材を満タンまで詰め込んでいます。ちなみに洗車スポンジろ材は一応洗ってから使うようにしてください。次は2部分の義眼に植物を植えていきます。まず義眼の鉢植え部分にウールマットを薄く剥がしたものを敷いておきます。この後に入れるソイルが外に漏れ出さないようにするためです。竹串とかを使って奥の方までしっかり突っ込んでおきます。ウールマットをしっかりと敷いたらアクアリウム用のソイルを入れていきます。今回は吸着系で扱いやすいプラチナソイルを使います。ソイルを入れたらアリス川石椒という中水生植物を植えていきます。アコルスなんて名前で流通することも多い植物です。ソイルの上にアコルスを乗せたら上からソイルをかけて竹串とかで隙間がなくなるようにしっかりとつついておきます。ソイルに隙間が残っていると根が張れず枯れる原因になるので、ここは丁寧にやっておきます。ただ結局ここで植えたアコルスは今回作ったアクアテラリウムの環境に適応できず、最終的には枯れてしまいました。亀がいる都合上、岩場はバスキングスポットにする必要があって、温度が結構高くなってしまうのが悪かったみたいです。いろいろ試した結果、最終的にはロタラロトンジフォリアンの水蒸葉がこの環境にも適応してしっかり根付いてくれました。
もしも同じことをやってみようと思う人がいたら、ロトンジフォリアとかの暑さに強い水田雑草系の水草の水上葉を植えてみるのがいいと思います。次に、さらに自然感を演出するために、擬岩の表面に苔を貼り付けていきます。水を加えて練ると粘着力を持つ造形粉という造形剤を擬岩の表面に貼り付けて、その上に苔を植栽するという要領です。バケツに開けた造形粉に水を加えて、握ると少し水が滴るくらいの加減を目安に練っていきます。擬岩の表面に造形粉をなすりつけるような感じでしっかり押さえて剥がれないように貼り付けます。造形粉で苔を貼り付ける土台を作ったら、1センチ弱程度に細かくハサミでカットした砂苔と灰苔を造形粉の上に乗せていきます。これも剥がれないように造形粉に少し埋め込むような感じでしっかりと乗せていきます。ただ、この灰苔と砂苔も結局はアコルスと同じように高温に耐えられなくて枯れてしまいました。陸地がどうしても狭くなる水生亀の飼育環境だと難しいかもしれませんが、多湿系のトカゲとかイモリとかの飼育環境なら、擬岩に造形粉を乗せて苔を植えるという方法は使えると思うので、試してみようという人は飼育生態と環境を吟味してやってみてください。植物を植えた擬岩コーナーカバーの蓋をもう一度水槽に戻します。だんだん完成の雰囲気が見えてきました。アクアテラメーカーのポンプをオンにして水の流れる様子を見ながら流木にさらに苔を追加していきます。
この辺りには忍ぶ苔を使いました。最初の予定ではこの流木は細いので亀が登ったりはできないっていう風に読んでいたんですけども、実際にこの水槽に亀を導入した後は陸場から水場に戻る時の足場に利用されてしまって、乗せた苔はほとんど蹴散らされてしまいました。亀のいないアクアテラリウムならうまくいくと思いますが、亀がいるとこんな感じでレイアウトが破壊されることも多いです。亀が通らないところを亀に踏みつけられても大丈夫な構造っていうところを工夫しないと、亀のレイアウト飼育はちょっと難しいですね。ここまで作った状態で数日水を回していたんですが、水の音が大きいのが気になったので、ちょっとした小技で音を小さくしてみます。オーバーフロー水槽の排水管から落ちる水の音がうるさい場合、排水管の壁に沿って水が流れるようにしてやると音が小さくなります。そこでビニールテープを用意します。どうせ見えなくなるのでテープの色とかは何でもいいです。排水パイプの上に位置する給水パイプのエルボ部分にビニールテープを結びつけて、テープを適当な長さに切ります。水がパイプに沿って流れるようにするための補助なので、排水パイプの底にまで到達するほどの長さは必要ありません。水がよりパイプの内壁に沿いやすくするためにビニールテープを裂いて細く数を多くしておきます。裂いたビニールテープを排水パイプの中にまんべんなく垂らしておくと、水が排水パイプの内壁に沿って流れるようになるので、騒音が少しマシになります。ただし、この水槽で音がうるさいのは排水側だけじゃなくて給水側もです。義眼から水が湧き出してくる部分が水位よりも若干高かったせいで、水が水槽に流れ込むときにバチャバチャと音がしてしまうみたいです。もう少し給水部分が水に沈むようにすればよかったんですが、給水部分を低くしすぎると、揚水ポンプの電源を切った時にサイフォンの原理でろ過層に流れ込む水の量が多くなって、ろ過層が溢れる危険が出てきます。安全サイドを狙った結果、騒音まで気を回せなかったっていうのが実際のところですね。今更義眼の形を変えるのは無理なので、給水側の騒音は諦めるしかないです。水槽のレイアウトはここまでで大体完成しています。ここで一旦今回の水槽のメイン生態であるイシガメの四角くんに登場してもらいます。飼い始めて8年くらいになるオスのニホンイシガメです。この水槽の水質維持のメインは生物ろ過なので、土材にろ過バクテリアを定着させる必要があります。ろ過バクテリアが定着するためにはある程度水の汚れが必要ですが、ろ過が機能するようになるまでの間は水質が悪くなりやすいです。そこでこういう場合にはパイロットフィッシュと呼ばれる水の汚れに対して耐性が高い丈夫な生態を導入して、ろ過の立ち上がりをサポートしてもらうのが一般的です。今回はパイロットフィッシュの役割を四角くんにお願いすることにしました。魚と比べると水質への適応力が高いので、安心してろ過を立ち上げることができます。導入してしばらくはちょっと暴れていましたが、割とすぐ馴染んでくれたので一安心です。今回は亀の飼育がメインのアクアテラリウムなので、管理の手間を考えるとベアタンクも選択肢に入ってきます。そのため底砂を敷くかどうかで少し悩んでいて、最初はベアタンクにしていました。でもせっかくレイアウトに凝ったのにベアタンクではもったいないので、結局底砂を敷くことにしました。ただし底砂を敷くときはいくつか注意するポイントがあります。まず亀が誤飲しないか、
誤飲しても問題にならない程度の粒のサイズの底砂を選ぶことが必要です。口に入らない大きさか砂粒くらいのすごく小さい粒を選びます。次に病原菌とかの繁殖を抑えるため、底砂は極力薄く敷くことが重要です。分厚く敷くと酸素や水流が巡らない場所ができやすくて、病原菌が繁殖する原因になることもあるので、薄敷きが基本です。さらに複数の粒サイズの底砂を混ぜると自然感が演出されて雰囲気が良くなるのでおすすめです。今回使うのは手綱とチャームで売っている風山石の低床用粒サイズ SS サイズです。風山石はチャームで安く手に入れられて、見た目はそんなに悪くないのでケーキは割とよく使います。基本的には粒の大きい方からギガンコーナーカバーの近くに配置して、前面に来るほど粒の径が小さくなるイメージで置いていきます。最後に前の方を中心に手綱を敷いて完成です。亀の導入から2週間くらい経って水質が安定してからタンクメイトを導入していきます。今回は川端モロコと大和沼エビをタンクメイトに採用しました。生体は水合わせをしてから水槽に入れます。まずは買った時に生体が入っていた袋のまま水槽に浮かべて水温を合わせます。次に袋に入った水ごとバケツに生体を移して、エアチューブに一方コックを接続したものを使ってサイフォンの原理で水槽の水をバケツに少しずつ移していきます。この時、一方コックを使って水量を調整し、ポタポタと水滴が落ちるくらいの勢いでバケツに水を足していくのがポイントです。いわゆる点滴法ってやつですね。バケツの水が増えたら捨てて、再度点滴のように水を足すというのを2、3回繰り返して、バケツ内の水質と水槽内の水質の差が十分に小さくなれば水合わせは完了です。網ですくって水槽に生体を入れていきます。
この水槽は水深を深めにとっているので、魚にとっては逃げやすくて、亀と魚が共存できる可能性は高いです。ただ、亀の方が魚よりも前から住んでいるので、追加で導入した魚は環境が変わって戸惑っている間に亀に食べられてしまうっていう可能性があります。もう少し慎重に導入するなら、一時的に亀を移動させて、魚が環境に慣れるまでの時間を稼ぐなどの対策をしましょう。ちなみに川端モロコはこの水槽の立ち上げ当時は普通に購入できたんですが、その後で指定第2種国内希少野生動植物種というものに指定されてしまって販売が禁止になってしまいました。現在は購入できないので注意してください。最後にヤマトのバイビも同じ要領で水槽に導入します。これで亀も飼育できるアクアテラリウムの立ち上げは完了です。穴開けから始まったこの水槽もようやく始動させることができました。水槽の立ち上げは一応一区切りしましたが、実は亀を飼うにあたって重要なものについてまだ紹介していません。ライトやヒーター関連です。次は紫外線ライトやヒーターについて説明して、最終的に水槽にライトを設置するところまで紹介するつもりです。ぜひ次の動画も見てください。ちなみに今回紹介したアクアテラリウムの立ち上げについてはブログでも解説しています。ブログでは使用する道具の選び方やメンテナンスの方法も補足しているので、ぜひブログも読んでみてください。